先日このチャンネルで AI エージェント使ってますかっていうアンケート取ったところ、約半分の人が使ってないっていう回答がありました。このアンケートを取る前、このチャンネル見てくれてるような人っていうのは IT リテラシー高いと思うので、7、8割の方が使われてるのかなと思ってたんですけど、まさか半分ぐらいの人しか使ってないっていう驚きの結果でした。で、それって非常にもったいないので、今回緊急で動画回してます。で、そもそも AI エージェントって何ができるのっていうところから説明するんですけど、いやもう本当使ってもらったらわかるんですけど、本当に何でもできます。で、そもそも AI エージェントっていうのが何か全くわかんない人向けに説明すると、あなたのパソコンを操作してくれるんですね。例えばチャット GPT とか Gemini って、例えば自動化について教えてって聞くと、コードは書いてくれるんですけど、最終的にそのコードを Excel なり、Python なりに貼り付けるっていうのは、人間がやらなきゃいけないと思うんですけど、AI エージェントっていうのは、このフォルダにある Excel ファイルを分析して自動化のファイル作ってって雑にお願いしとくと、もう VBA ファイルとか Python のプログラムを作ってくれるところまで勝手にやってくれます。あとはもう本当にフル権限与えるとパソコン全部操作してくれるので、例えば Amazon で、PlayStation 5買っといてっていう風にお願いすると、権限の問題はありますけど、決済完了のところまで、進めることもできちゃいます。で、AI エージェントっていうのは便利な反面、ちょっと怖い部分もあるので、その怖い部分っていうのはまた別の動画で、紹介しようと思ってます。で、私、ここ最近ずっと仕事でも家でも AI エージェントを使っていろいろやってるんですけど、どういうことやってるかっていうと、まず自動化の作成ですね。今までこういうことできたらいいのになっていうふうに思うことがあっても、自分のスキルの限界であったりとか、発想の限界があって、ちょっと妥協したりとか、諦めてた部分があったんですけど、自分が勝手に無理だろうって思ってた枠をちょっと外して考えてみて、AI エージェントにお願いしたところ、ほとんど自動化をしてくれることができました。自分が今までやってたことっていうのは、せいぜい Excel 単体で自動化とか、Python 単体で自動化とか、個別の自動化が多かったんですけど、この AI エージェントにそういうのを任せると、連携までしてくれるんですね。素人が理解できてないような API とか、システム間の連携っていうところも AI エージェントが助けてくれるので、いろんな自動化のアイデア、今まで無理だろうと思ってた自動化のアイデアを実現することができました。で、次がアプリ作成ですね。これも非エンジニアが一人でアプリ作るってなると勉強しないといけないことっていうのが膨大にあるので、無理だろうなっていうふうに諦めてる人多いと思います。私もアイデアはあったんですけど、作るの無理だなと思って諦めてたんですけど、それを AI エージェントにお願いしたところ、もう本当簡単にアプリを作ることができました。で、作ったアプリっていうのは今度また別の動画で紹介する予定なんですけど、今回その一つですね、紹介させてもらいます。私、日本史が好きでよく歴史の本とか読むんですけど、合戦の様子とか、図とかでよくネットで転がってると思うんですけど、やっぱり高低差とか配置の関係がよくわからないと小説の内容にのめり込めないなっていうことがよくあったんで AI の方にですね、私がこの設計したノートブック LM にその合戦とか歴史の資料を突っ込んで今回作ったアプリ用のデータを吐き出す風にしてます。でその吐き出されたデータをこの作ったアプリ側の方で読んで、武将の位置の情報であったりとか、地図情報を API で取ってきたりとかっていう風になってます。再生ボタンを押すと時間経過とともに、どの武将がどこに移動したとか、勝敗はどうだったかとかいう風なことを見ることもできます。右上の方にちらっと出てるんですけど、ナレーションをつけたりとかっていうこともできますし、で、地図もレイヤーは変更できるようにしてて、今表示しているのが、高低差が反映された地図なんですけど、現代版の地図にしてみたりであったりとか、今で言うとどこに誰がいたのかみたいな感じで見ることもできるようになってます。こんな感じで個人の力だとこんなアプリっていうのは絶対作れなかったと思うんですけど、エージェントにお願いすればこういうアプリも作れるようになります。で、このアプリとか他に作ったアプリの実際の動いている様子とかどうやって作ったかっていうのはまた別の動画で紹介する予定なので、少々お待ちいただければと思います。で、次はウェブサイト作
成ですね。私もともとブログやってたので、簡単なウェブサイトだったら作ることはできるんですけど、もうちょっとウェブアプリ化みたいなものも AI エージェントを使えば作れるようになります。で、何作ったのかというと、ナンバーズとロトの予想サイトです。AI エージェントの方に、ナンバーズとロトを予想するサイトを作ってっていう感じに雑に投げて作れました。予想する数字っていうのは、精度はいろいろあるんですけど、こんな感じで、それっぽいサイトを作るのにだいたい全ての時間合わせても2時間かかってないぐらいになってます。今までのナンバーズの結果とこれからの予想、あとは予想する時の分析の重みとかも調整できたりします。なので予想の結果が芳しくない時はちょっと重み変えてみて分析の切り口を変えてみるみたいなこともできます。なんかやたらナンバーズ4の予想の結果が良くてですね、なんと6976回目にストレートを当選することができました。このストレートの当選金額はいくらになったかはぜひ調べてみてください。ってな感じで、ちょっとのアイデアでお小遣いを稼ぐこともできるようになっているので、AI エージェントを使おうっていう話になってます。で次が動画作成ですね。最近私のこのチャンネルでずんだもんの動画を何個か上げたんですけど、ずんだもんの動画っていうのは 95% AI エージェントに作ってもらってます。私がやったのは動画のタイトルと見出しだけ与えるっていうことだけです。なので、動画の資料であったりとか、字幕、動画自体、あとは音声の合成とか、台本、サムネとかは全部 AI エージェントが勝手に作ってくれます。しかも作るって言っても、そんなになんか込み入ったプロンプトを書く必要もなくて、こういうアイデアでこういう動画を作ろうとしているので、資料、台本、動画、音声、すべて準備してみたいな感じで雑に投げるだけで、動画作ることが可能になってます。なので今まで動画作ってみたいとか、アイデアはあるけど、ちょっと時間がなくてできないみたいな人は、AI エージェントを使うことによって、動画の発信側に回ることができるようになります。で、ここからはエージェントって何っていうところとか、何使えばいいのっていうところの説明をしていこうと思います。エージェントって今言ってるのが、大きく分けて3つですね。クロードコード、アンソロピックのクロードコードと、オープン AI のコーデックス、あとは Google のアンチグラビティを指しています。私のも体感ですけど、クロードコードとコーデックスが、ざっくり言うと2強かなっていうふうに感じています。で、どれを選べばいいかよくわかんないと思うんですけど、いやもう迷ったらもうオープン AI のコーデックス、チャット GPT とくっついたんですけど、今は。コーデックスをもう選んでおけばもう間違いないです。クロードコードのなんとかがいいとか、やっぱりコーデックスがいいみたいなことを X の方で日々論争されてますけど、私みたいな素人に毛が生えたレベルの人が使うんだったら、もうこの差っていうのはもう正直ほとんどないです。だったらなんでコーデックスがいいかっていうと、もう圧倒的に使いやすいです。後でも言いますけど、私の妻ですね、パソコンほとんど使えないんですけど、そんな妻でも今バリバリコーデックス使いこなしてます。そんぐらい使いやすいです。逆に言うとクロードコードとかは、ちょっと知識が必要になるので、ハードルは若干高いかなっていうふうに思います。で、料金なんですけど、これさっき言っとくとちょっとお金かかります。もちろん無料版でも、使うことはできるんですけど、実用的に使える量っていうのはないので、ちゃんと自分で何かを作っていこうというふうに思ったら、プラスプランですね。チャット GPT のプラスプランに入る必要があります。こちら月3000円なんで、めちゃくちゃハードル高いと思うんですけど、初月無料が今があります。で、注意してほしいのが、いやらしいんですけど、チャット GPT のアプリからプランの申し込みをすると、初月無料なくて、チャット GPT のウェブサイトからアクセスすると初月無料があるので、ちょっと興味がある人はそのウェブサイトから一回登録してみるのありかなと思います。で、1ヶ月使ってみて、自分にはこれ持て余すわと思ったら解約すればいい話ですし、いや、これめちゃめちゃもう神の英知じゃんみたいな感じで、もうアイデアがどんどん出てくるような人は、この3000円っていうのは全然ペイできるかなと思うので、引き続き使ってもらえばと思います。ここまで AI エージェントっていうちょっと難しそうな言葉で言ってきたので、あんまり AI エージェントのこと知らない人にとっては難しいんでしょとか、あくまでエンジニアの人がコードを書くためだけに使うんでしょっていうふうに思われてると思うんですけど、もう全然そんなことないです。さっきもちらっと言った通り、私の妻って
ってもう本当にパソコン疎くて、スマホしか触ってないんですけど、なんで Excel って何ぐらいのレベルの妻でもいろいろ作れてます。何作ってんのって前見せてもらったんですけど、なんか推しの最新情報を集めて通知をもらうシステムであったりとか、推しのイベントの画像を時系列順に集めたりとか、推し活周りでいろいろゴリゴリ使ってるみたいですし、それを友達間で共有したりとかしてるみたいなので、エンジニアの人とか何かスキルがある人しか使えないんじゃないかってことは全然なくて、もう本当にアイデアさえあればもう何でも実現できるようになります。今回の結論ですけど、現在2026年人類みんな AI 初心者だと思ってます。一部の研究者除いてですけど、なので少しでも早く触った方が、先行者利益っていうのを得ることができます。もう本当に今人類みんな AI 初心者っていうのは会社でもプライベートでも感じてて、もう触れば触るだけどんどん知見っていうのは溜まっていくので、いろいろ触ってみるのがおすすめになってます。多分皆さんが一番引っかかるのってどれ使えばいいかだと思うんですね。で、今本屋に行くと AI エージェントの本って9割5分クロードコードの本になってます。これスマホで見た構図だなと思ってて、なんか最初にバーンって出たのがやっぱクロードコードだったんで AI エージェントイコールクロードコードみたいになってますけど、スマホで言うとスマホイコール iPhone みたいな空気が日本にはあったと思うんですけど、いやもう全然そんなことなくて、もう本当にコーデックスでいいです。私コーデックス信者なんですけど、とにかく文系非エンジニアが使いやすいのがコーデックスになってるので、もうこの辺のノイズは一旦忘れてもらって何も考えずにコーデックス申し込むのがいいのかなと思います。で、最後にこのチャンネルでは文系バックオフィス職の私が独学で得た AI とか VBA とか仕事でやってきた効率化の話を淡々としているチャンネルになります。今このチャンネル伸ばしたいなと思って精力的に頑張っているので、高評価とかどんなコメントでもいいのでコメントしていただいたりとか、あとはもうチャンネル登録とかメンバーシップ登録していただくと非常に嬉しいです。今後も定期的に土日中心に動画を投稿していくので、ぜひ引き続き見ていただければなと思ってます。以上ご視聴ありがとうございました。